しのぶちゃん、かなおちゃん、聞いてください。ねずこちゃん、どうしたの？何かあったんですか？またうちの旦那さんがまた困ったことを。また善逸が？今度は何をしたんです？浮気？それはさすがにしないと思いますけど。そうですね、冗談です。実は昨日善一さんがちょっと遠くの町まで遠出したんですけど、見かけたお花屋さんがとても素敵で、私に似合うお花がたくさんあったからってバラの花を50本も買ってきたんですよ。50本？プロポーズ？かなお、ねずこさんと善一くんはもう結婚してますよ。そうですけど、50本ってプロポーズ並みじゃないですか。嬉しい気持ちは山々なんですけど、部屋中がすごいバラの匂いで。あら、いいじゃないですか。デヴィ夫人気分になれそうです。しのぶ姉さん、そのお方は大正時代はまだいません。あら、そうでしたね。昨日のうちはちょっと強いけどいい匂いだなぐらいで済んだんですけど、今日起きてみたら自分の体もバラの匂いで、それに虫が飛んでいて。うわ、それは嫌だね。でもそれはまだマシですよ。マシ？うちの旦那さんなんてバラを100本買ってきたことがありますよ。100本？それこそプロポーズじゃ。なんでも生きてるうちに一度渡してみたかったんだとか。キーユーさん、近いうちにいなくなるんですか？生きてるうちって。まあ、うちの旦那さんはそういうところがありますので。しのぶさん、寛容ですね。おまけにこのバラの数だけ幸せにしてみせるなんて言われちゃったりして、もう臭いセリフでこっちが恥ずかしかったんですよ。キャー、素敵ですね。しのぶ姉さん、まんざらでもなさそう。でも聞いてください。うちの善一さんはこんなもんじゃないんです。と言いますと？私、この前家の中を断捨離したんですよ。へえ、いいですね。いらない服や物がたくさんあったので、部屋中散らかしてまとめてたんですけど、そしたらそこに善一さんが帰ってきて、部屋の散らかりを見るなり私に抱きついて、どこにも行かないでって。なんでも私が家出の準備をしてると思ったらしくて。なるほど。私がどこかに旅に出るなら自分もどこまででもついていくからって説明する暇もなくわめかれて、もう大変でしたよ。想像ができますね。ねずこちゃん、迷惑そうに言ってるけど、すごい嬉しそう。それにしのぶ姉さんの話も、ねずこちゃんの話も、ただの愛され自慢のような。まあ二人とも本当に愛されてるんだろうけど。かなおはどうですか？炭治郎くんはしっかりしてそうだから、私たちの旦那さんみたいにすっとぼけたことはしなさそうですけど。すっとぼけた。そうですね。まあ困ったことはないかも。本当？お兄ちゃん、迷惑かけてない？全然。むしろ私がいつも助けられてるぐらいで。そういえばこれはちょっとってところはあるかも。へえ、炭治郎くんが詳しく聞きたいですね。聞きたい。私家事とかあんまり得意じゃなくて、食事を作るのも掃除をするのもゆっくりしかできないんです。かなおは真面目だから丁寧にやりすぎてるだけですよ。炭治郎もそう言ってくれてるんですけど、私はむしろちょっとぐらい叱ってほしくて。かなおちゃんって M だったの？違うよ、そういうことじゃなくて。
あら、ねずこさん知りませんでした？かなおは炭治郎くんに対しては M です。だから違いますって。ごめんなさいね。それでどういうことなんです？炭治郎、私に対して何も起こったりしないんです。夫婦で一緒に住んでたら少しぐらい不満を持つものだと思ってたんですけど。片付けとかですね。義勇さん、片付け苦手なんだ。料理に失敗しても私が作ったものは全部嬉しいから美味しく感じるよとか、お風呂を沸かすのを忘れてたら炭治郎が何も言わずにいつの間にかやってくれてたり、それどころか疲れてるなーって日は何も言ってないのに先にお布団に入って布団温めておいたよってニコニコしてたり。かなお、それは不満というより旦那自慢なのでは？なんだか自慢大会になってるなとは思ってたけど、まさかのかなおちゃんが一番自慢っぽい。みんな愛されちゃって困りますね。はい？そうだよ、かなおちゃん。つまりは愛されすぎて困るってことでしょ？そういうつもりでは。いいのいいの、みんなそうだもんね。優しすぎるっていうか、愛情が強すぎて空回りしてるっていうか。まったくうちの旦那様たちは困っちゃいますね。かなおちゃん、しのぶちゃん、また何かあったらお話聞いてもらってもいいですか？もちろんですよ。たくさんのろけてください。私も自慢のつもりはなかったけど楽しかったな。ってことがあってさ、俺ったらお茶目だからねずこちゃんが部屋を散らかして荷物をまとめてるのを見て家出をされるんじゃないかって焦っちゃって。あはは、想像できるな。そうか、禰豆子は家出をして戻ってきたのか。ああ、いやそうじゃなくてね、富岡さん、結局俺の勘違いだったって話なんですけど。そうだったか。結局禰豆子は何をしてたんだ？なんでも断捨離をしてたらしいんだけど、ねずこちゃんただでさえ服をあんまり買わないのに結構減らしちゃってさ。へえ、捨てるのはもったいないね。ああ、違うんだよ。そもそも断捨離をしようと思ったきっかけが近くの孤児院みたいで、資金不足で子供たちの服があんまり買えないからリサイクルでいらない服を募集してたみたいなんだ。それでねずこちゃんいらない服や物を探してたみたいで。禰豆子は優しいからな。そうそう、しかもさ、俺のものは全く捨てようとしないの。俺さ、それ聞いて感動しちゃって、俺の服も孤児院にあげてよって言ったんだけど。善一さんの服は全部似合ってるからダメだよって言われちゃってさ、何でも似合う男って俺みたいなのを言うんだな。のろけか。のろけですね。うるさいな。二人だってさっき散々のろけてたでしょ。カナオが一生懸命家事してるのがとても可愛いって話ならもっとエピソードがあるよ。それはさっき散々聞いた。確かに可愛いなって思った。うちのねずこちゃんも可愛いけど。それならうちの忍だって可愛いぞ。たまに冗談を言って俺を笑わせてくれるしな。冗談？忍さんが？どんな冗談を言うんですか？この前水族館に行ったんだが、その日の夜ご飯に寿司はどうだって提案したら。それはもうダメ。冒頭からダメですよ、ギュウさん。なんで？富岡さん、水族館で魚を見て、うわー美味しそうだなーって思っちゃうタイプなんですか？いや、可愛いなとは思うが。可愛いなーから食べたいの思考になるのが早すぎるんですよ。水族館に行ったなら魚料理はせめて3日は置いてください。そうなのか。そんなルールがあったとは。ルールではないけど、忍さんがかわいそう。
それで忍さんの冗談っていうのは？そうだった。冒頭からツッコミどころ満載で聞いてなかった。ああ、その日は結局家で普通のご飯を食べたんだが、その時に忍に義勇さんっていざとなったらペットの金魚も食べそうですね。って言われたんだ。面白い冗談だろそれは冗談というか、半分本音というか。う。まあこんな感じで意外と忍はお茶目なんだ。うん、そういうことにしておきましょう。すまない。そろそろ夕飯だと忍に呼ばれた。俺もそろそろ夕飯だ。じゃあまた近況報告しましょうね。待ってくれ、二人とも。はい？忍に明日は動物園に行きますよと言われたんだが、肉料理はダメだろうか。富岡さん、それぐらいは自分で考えてください。それぞれ全然違う夫婦だけど、こうしてみんなの話を聞けるのは楽しいな。みんな愛されてるのは変わらないしね。みんなはどの夫婦の日常が見たいと思う？ぜひコメント欄で教えてね。じゃあまた次の動画で会おうね。